ストーリー第2部、未来と過去。交錯する運命。ナインスシングル。By My Boy リリース前夜。1999年12月。シングル。By My Boy のリリースを控えていた。この楽曲は、これまでの UK ロック風サウンドから一変し、歪んだギターと縦乗りのリズムで不満をぶつけるようなパンクな曲に仕上がった。厚みのあるギターが音の中低域を押し上げ、過去にはなかったアメリカンな野生味が感じられる。3人のパワー感を鮮明に描き出し、新たな印象をファンに与える一曲だった。しかし奥田にとって、この楽曲が意味するものは単なる過去の記憶ではなかった。その夜奥田はラジオ番組、川瀬智子のアクロスザビューを聞いていた。この番組では音楽やアーティストとの深い対話が展開され、特にその日、番組で流れたのは There Will Be Love There 愛のある場所のデモ音源だった。このデモは奥田が自宅で録音したもので、シンプルなギター弾き語りとリズムボックスが中心となった音楽だった。素朴で温かみのある音はファンの心に響き、リクエストが殺到するほどの反響を呼んだ。川瀬はその反響を受けて、このデモ音源を By My Boy のカップリングとして収録することを決定した。奥田にとってこのデモ音源に込められた歌詞の変化が特に意味深かった。最初流れ落ちると表現されていた歌詞が、最終的に流れていけるという前向きな言葉に変わったことを、奥田はまるで自分の心の変化を反映したように感じていた。この歌詞の変化は、過去から未来への意識の転換を象徴しているようだった。ひろゆきとの接触。その夜奥田のスマートフォンに通知が届く。それは2チャンネルの匿名メッセージからだった。奥田俊作。君と直接。話すべき時が来たようだ。明日の午後3時。喫茶バー松岡で待っている。その匿名メッセージがひろゆきからのものであることは明白だった。奥田は思わずスマートフォンを握りしめた。何を知っている？警戒心が芽生えた一方で未来を知る奥田は、そのメッセージに不安と同時にある種の引力を感じていた。接触を避けることが逆に運命を歪めることになるのではないかと感じていた。運命の初対面。翌日奥田は指定された喫茶店に向かった。扉を開けるとそこには、本で顔を隠しながら静かに座るひろゆきの姿があった。奥田が近づくとひろゆきはゆっくりと顔を上げ、微笑みを浮かべていった。はじめまして。と言いたいけど君のことはよく知ってるよ。その言葉に奥田は一瞬言葉を失った。ひろゆきの冷静で鋭い眼差しに、奥田は自分がどれだけ無力であるかを感じた。誰だお前は。奥田は警戒心を隠さず相手の動向を探ろうとする。ひろゆきは肩をすくめながら答える。ただの観察者だよ。でも君の未来が面白いことになりそうだから少し協力したいと思ってね。奥田はその曖昧な言葉に苛立ちを覚えたが、同時にひろゆきの余裕ある態度に彼が何か重大な情報を握っているのだと確信した。ひろゆきの真意。二人の会話は表面的には穏やかだったが、その裏には緊張が漂っていた。ひろゆきは未来をほのめかすような言葉を巧みに織り交ぜながら、奥田の反応を伺っているようだった。ついに会えたね。ひろゆきの言葉には、他の初対面の挨拶以上の意味が込められているようだった。奥田は問いを重ねた。
お前が知ってるのは何だ。俺に何をさせたい。ひろゆきはコーヒーを一口飲み静かに答えた。君が何をするかは自由だ。ただ僕は君が選択する瞬間を見たいだけさ。奥田は拳を握りしめながら静かに決意を固めた。別れ際の余韻。ひろゆきは立ち上がりこう告げた。また会おう。その時君の決断がどんな未来を生むのか楽しみにしている。奥田は彼の背中を見送りながら、自分が背負った運命の重さを再認識した。彼との接触は、奥田にとって計り知れない影響を与える出来事となった。その後、バイマイボーイが無事にリリースされ、バンドとして新たなステップを踏み出したものの、奥田の心にはひろゆきとの接触が与えた衝撃が残り続けていた。1999年末、年の瀬に行われたインタビューではメンバーそれぞれの心境が語られた。今年も終わりいうことでね、ちょっと落ち着きましたけどね、やっぱりこれで来年もっと忙しいええなって思う反面嫌やけど分からん。いいな、どうなんですかね。来年ですか、身になる忙しさっていうかね、なんか、そういうのをしたいですよ、やっぱり。今年は希望が絶たれた年ですね。去年はすごくある意味こう疲れていたんだけど希望に満ち足りた年で、今年は希望が絶たれて来年は税金が心配。川瀬は UK ロックでやっていきたいという自身の音楽的な理想が叶わなかった葛藤をにじませた。しかし同時に大ヒットのおかげで新しい世界が広がり、可能性を実感していた。希望と現実の間で揺れる川瀬の言葉には音楽への情熱と葛藤、そして未来への期待が入り混じっていた。その中で生まれたバイマイボーイは1999年の集大成ともいえる曲としてファンの心に深く刻まれていった。